あの動物の肉の味とは。カピバラ。豚肉のような味。塩漬けにして食べられることもあったそうです。アルパカ。鶏のレバーのような風味があり、癖があります。食感は固め。イルカ。日本では比較的食べられることがあるようです。固めですが癖がなく食べやすい。少々臭みがあります。ゴリラ。肉が引き締まっており、固めの牛肉に近いです。キリン。油にしつこさがない。比較的食べやすい。アザラシ。肉の色は濃い黒色。味はクジラに近く、コクがあります。ラクダ。臭みがないが歯ごたえがある。赤みが多く、馬肉に近い。バイソン。アメリカの一部のお店で売っている。油分が少なく、固め、癖がありません。犬。某国ではよく食べられています。独特の臭みがあるそうです。食べるには工夫が必要です。カラス。赤みが多い、癖がないそうだが、都会にいるようなカラスは肉が臭すぎて食べられたものではありません。比較的肉食動物の肉は臭みがあり美味しくなく、草食動物は癖がなく食べやすいそうです。下処理をしっかりすれば問題なく食べられるようです。天然記念物は捕まえるのは違法だが、食べるのは違法ではない。すでに死んでしまっている天然記念物を食べても違法ではありません。無駄毛は剃っても濃くなるわけではない。体毛にまつわる噂として有名なのが、無駄毛は剃ると濃くなるというものである。しかし、この噂は誤りです。一度も切られたことのない状態の毛は、先端へ向かうにつれて細くなっているため、それほど濃さは気にならない。しかし、これを剃ってしまうと、一本の断面が広くなるため、濃くなったように見えてしまうんです。つまり、毛先が平らな分、表面積が広くなって黒く見え、毛がより濃くなったように錯覚してしまうわけなんです。中年期の運動が脳の老化を防ぐ。アメリカのボストン大学などの研究チームが2016年、中年期の運動能力の低さと年を取ってからの脳の萎縮に相関性があるという調査結果を発表いたしました。認知症や心疾患を患っていない平均40歳の約1500人にランニングマシンによる運動をしてもらい、20年後に脳の状態を MRI で調べたところ、ランニングの運動成績が良くなかった人は
脳が萎縮していることが判明。心疾患がなく、高血圧の薬も飲んでいない人は1年分心疾患がある。または高血圧の薬を飲んでいる人は2年分も脳の老化が進んでいたという。働き盛りの中年期にこそ老化を防ぐための運動が大切なのだ。孤独な人は友達が多い人より死亡リスクが2倍以上、免疫力も下がります。高齢化が進む日本では、高齢者の孤独死が社会問題化しているが、実際に孤独と死亡リスクには関係があるようだ。アメリカで発表された研究によると、友達との交流、婚姻関係など社会的ネットワークを持つ人と孤立している人の死亡率を比べた場合、後者の死亡率は男性で 2.3 倍、女性で 2.8 倍も高かったんです。一方、自分が豊かな人間関係を持っていると感じている人は、孤独だと思っている人に比べて死亡率が 33% も低いという調査結果もあります。友達が多ければ外出は増え、運動不足も解消される。また、友人との交流はストレス解消にもつながるし、脳にも良い影響を与えます。長寿のために大事なのは、やはり人とのつながりなのである。友達との交流が増えれば、脳から出るオキシトシンの量も増えます。すると感染症にも強くなり、病気にかかりにくくなるんです。たとえ絶食をしても、うんちは出続けます。うんちの正体は食べ物が消化された残りカスであることは誰でも知っています。では、絶食をして何日も全く食べないとどうなるのだろうか。実はうんちとして体外に排出されるのは食べ物の残りカスだけではないんです。腸内細菌や腸壁から剥がれ落ちた粘膜、微生物の残骸、分泌された粘液なども含まれています。食べ物を吸収する腸の粘膜は毎日入れ替わっていて、いらなくなった古い粘膜がゴミとしてうんちになり、体の外に出てくるのだ。つまり、絶食をしたとしても、回数や量は減るが、うんちは出るのである。アゲハチョウには冬をさなぎで越して春に蝶になった春型と春型から生まれて夏に蝶になった夏型があります。夏型の方が大きくて黒っぽいんです。アゲハチョウの仲間のギフチョウは春の女神と呼ばれ、春一番最初に現れる蝶なんです。
白蝶の仲間のモンシロチョウは、オスとメスは仲間同士ではすぐに区別がつくんです。オスは黒く見えるんです。モンシロチョウとスジグロシロチョウは似ています。でも、モンシロチョウは日当たりのいい畑に多くいて、スジグロシロチョウは林などの日陰にいます。畑が減って日陰のできる家ばかりが増えたので、スジグロシロチョウが多くなりました。白蝶の仲間のツマキチョウは羽の裏側の模様が葉っぱにそっくりなのでなかなか見つからないんです。セセリチョウの仲間は幼虫の時食べる葉っぱを体に巻いたり切ってつないだりして巣を作ります。大きくなってその中でさなぎになるんです。シジミチョウの仲間の黒シジミの幼虫は黒オオアリに育ててもらいます。代わりに背中から出る甘い蜜をアリに舐めさせてあげるんです。蝶になるときはアリの巣から出るんです。タテハチョウの仲間のオオムラサキはオスは縄張りを守るために鳥を追いかけることもあるんです。タテハチョウやジャノメチョウの仲間は前足を物の味を調べるのに使うんです。歩くのには使わないんです。足に味覚があるんです。ハエも同様に足に味覚があります。ハエが手をこすり合わせている仕草は、ゴミを取って味をよーく調べるためにきれいにしているところなんです。ジャノメチョウは羽に目玉の模様を持ったものが多いんです。鳥は本当の目玉だと思って狙いますけれども、羽が破れるだけで鳥に食べられずに済むことだってあるんです。ガには大きな触覚を持ったものが多いんです。匂いがよくわかり、食べ物やメスを探すのに使います。スズメガの仲間は飛びながら長い口で花の蜜を吸います。種類によって口の長さが違い、蜜を吸う花も違います。
蛾の仲間のオオツカシバは、さなぎから出たばかりの時は、羽に粉がついています。でも、すぐに羽を震わせて落とすので、羽は透き通ります。テントウムシの仲間のナナホシテントウは、幼虫の時からアブラムシを食べます。成虫になるまでに600匹も食べるんです。ベダリアテントウはみかんの木を弱らせるワタフキカイガラムシを食べてくれるんです。そのために外国から日本に持ってきたんです。ミツバチは花の蜜や花粉を集めて巣に持ち帰ります。お腹の蜜袋をいっぱいにするために白爪草など3000の花を回ります。アシナガバチは雨水が巣にたまると口で吸って捨てるんです。暑い日には巣に水を垂らして羽で仰いで涼しくするんです。ウスバカゲロウの幼虫はアリ地獄と呼ばれます。落ちてくるアリなどの虫を捕まえて食べてしまいます。アブの仲間のウシアブは動物の血を吸います。シオヤアブは飛んでいる虫を捕まえて体の汁を吸います。ビロードツリアブは飛びながら花の蜜を吸います。ゲンゴロウの仲間は水の中にいるとき、お尻の先に泡をつけています。お尻で息をしているんです。水カマキリはお尻の先に管があります。この管の先を水の上に出して息をしているんです。そして獲物が来るのを待っているんです。太鼓打ちも同じなんです。ホタルは成虫になって2週間しか生きられません。口はありますけれども、何も食べず水だけ飲んで生きているんです。カブトムシやクワガタムシの敵は鳥や動物です。カラスなどに食べられてしまうんです。
カブトムシやクワガタムシの後ろ羽は硬い前羽の下に畳まれているんです。飛ぶときには大きく広げます。カブトムシやクワガタムシは前羽を開いて飛びます。カナブンやハナムグリは閉じたまま飛ぶんです。カミキリムシは人間に捕まった時に胸のところを上下に動かしてギーギーと音を出します。木をかじるカミキリムシは鋭い口をしています。メスはかじった穴に卵を産み、幼虫はその木を食べて育つんです。半妙は人が歩いていくと少し飛んでは振り向きます。道を教えているみたいだから道教えとも呼ばれています。この半妙、毒を出しますので間違っても素手で触ったりしないでください。マイマイカブリはカタツムリの殻に頭を突っ込んで食べてしまうんです。幼虫もカタツムリを食べます。セミは前の羽と後ろの羽を一緒に羽ばたかせて飛びます。両方を引っ掛ける鍵がついているので一緒に動くんです。セミは針のような口を木や草に刺して汁を吸います。セミの頭にある赤い3つの点は実は目なんです。物は見えないけれど明るさはわかるんです。セミの幼虫は土の中で暮らし、だんだん大きくなって6年くらいすると成虫になります。土の中では木の根の汁を吸っています。カメムシもセミと同じような口で草の汁を吸います。動物の体の汁を吸うものもいます。カメムシは敵に襲われると足の付け根から嫌な匂いを出して敵を追い払います。トンボのギンヤンマのオスとメスはお腹の前の方が色が違うので区別がつきます。お腹の前が青だったらオス、お腹の前が
緑だったらメスです。トンボは前の羽と後ろの羽を代わりばんこに羽ばたかせて飛ぶんです。トンボは獲物を取るために目を大切にしているんです。だから目についたゴミは足できれいに掃除をするんです。赤トンボのアキアカネは6月頃に生まれ、夏の間は涼しい山に行きます。9月頃にまた山から降りてきます。ミヤマカワトンボは川の中の木に卵を産みつけるんです。水に潜って川の底を歩きながら産むこともあるんです。おんぶバッタは上に乗っている小さい方がオスなんです。早くからメスを見つけて上に乗って暮らします。バッタは基本的にはメスの方が大きく、オスの方が小さいのです。バッタの幼虫はオスと姿がとても似ていますけれども、羽はとても小さいんです。トノサマバッタは羽の下の体の横に耳があるんです。カマキリは首が自由に動くので、頭をいろんな方向に向けることができるんです。獲物を見つけるのにとても便利なんです。カマキリの前足は力が強くてよく動きます。足の届くところに獲物が来たらさっと伸ばして捕まえてしまいます。ナナフシの卵は木の実みたいなんです。夏になる前、糸のような幼虫が蓋を開けて出てきます。すぐ木に登っていきます。ナナフシは林の木で葉っぱを食べて暮らしているんです。昼間はじーっとしていて、夜葉っぱを食べて歩いています。キリギリスやクツワムシの耳は前足にあります。仲間の鳴き声がよく聞こえます。コオロギも同じです。アオマツムシは昔
木について外国からやってきたんです。木の上で暮らすので、道路の並木に沿って増えていったんです。タンポポは綿毛になると高く伸びます。種を遠くへ飛ばすためなんです。種がなくても根を切って植えれば芽が出てまた増えます。ケキツネのボタンは草や葉っぱの付け根に毛が生えています。キツネのボタンという草にはほとんど毛が生えていません。キツネのボタンはすべすべです。ケキツネのボタンはザラザラです。箱辺の茎には二股に分かれた内側だけに毛が生えているんです。雨水が下に落ちず、茎を伝って根元に集まるようになっています。大犬のふぐりの花は触ると散ってしまいます。この時、おしべとめしべがくっついて種を作ります。虫が止まった時も同じことが起きます。大犬のふぐりとは、大きな犬の金玉袋という意味です。別名は星の瞳というロマンチックな名前もあります。白爪草は茎が地面を張って伸び、節から根を出します。赤爪草は茎が立ち上がって育ちます。カラスのエンドウの葉っぱは小さな葉っぱに分かれています。先の方の葉っぱだけ巻きひげに変わっています。巻きひげで他の草に絡まって伸びていくんです。フキノトウは大きく伸びて花になります。オスとメスがあって、メスの花の方が高く伸びます。オスの花は花粉を出すと枯れてしまうんです。ヤエムグラは草や葉に下向きの毛が生えています。ヤエムグラ同士や他の草に引っかかり、寄りかかって大きく育っていきます。大箱の葉っぱをちぎるように引っ張ると白い筋が出てきます。これは栄養を運ぶ管なんです。葉っぱの中にくるくる丸まって入っています。パンジーは花が咲いた後、実ができて熟すと弾けます。スミレと同じ仲間なんです。ヒヤシンスやクロッカスは球根を
植えて育てます。球根には栄養があるので、水だけで育てることができます。これを水栽培と言います。秋に育て始めても早く咲かせることもできます。桜草は水辺に近いところに育ちます。全滅が心配されていて、とても大事にされています。でも、鉢で育てられるように改良された種類もあるんです。ラナンキュラスは花びらが150枚くらいあります。他の花よりずっと多い花びらチャンピオンなんです。アヤメの仲間は花の形が変わっています。めしべが花びらのような形になって、おしべがその裏にあるんです。バラは草の花のように見えますけど、木の花なんです。木のように育つものと、つるになって伸びるものがあります。普通の日本の桜もさくらんぼができますけれども、これは食べられません。食べられるさくらんぼとは、ヨーロッパから来た桜なんです。西洋実桜と言います。ナポレオンや佐藤錦などです。猫柳の花は日の当たる方が先に開きます。蜂がエニシダの花に潜ろうとすると、花びらが開いて、めしべとおしべが飛び出します。その時ついた花粉を他の花に運ぶんです。アジサイの一つ一つの花は飾り花といって実ができない花なんです。学アジサイとはアジサイの先祖で、内側におしべとめしべのある小さな花がつきます。ツツジの花には上側の花びらにだけ濃い色の模様があります。ここにおいしい蜜があるよという印なんです。虫を呼ぶ矢印みたいなんです。虫を呼び込ませて受粉させるための花の罠なんです。昼顔も朝顔と同じように巻きついて育ちます。ヘクソカズラも巻きつきますけど、向きが逆なんです。キツネのカミソリは夏に花が咲いているときは葉っぱが出ていないんです。春に葉っぱが生えて夏には枯れてしまうからなんです。
ツユクサはいろんな形のおしべを持っているんです。種を作るのに役立つのは前の2本だけです。鬼どころは山の芋ととても似ていて、よく近くに生えているけど、とても強い毒があります。絶対口に入れないことです。食べてはいけません。松酔い草の仲間は夕方咲いて朝しぼみます。松酔い草はしぼむと赤くなるけど、大松酔い草は赤くはなりません。ニセアカシアはハリエンジュとも言います。花がポタポタ落ちて地面に積もるほどなんです。ネムの木は夜になると葉っぱをたたんで閉じてしまいます。花は閉じないままなんです。ほおずきの実は袋に包まれています。この袋は花の根元の萼が伸びて実を包んだものなんです。ひまわりは小さな花が集まった花です。外側の花から順番に咲いていきます。鬼ゆりは球根から育つとき、球根の上に栄養を取る根が生えます。だから浅く植えると花が咲かないことがあるんです。木の実は赤や黒っぽい色をした実が多いんです。しかも上を向いている実などもあります。これは鳥が見つけやすい、鳥が食べやすいように実がなっているんです。種がうんちに混ざって種まきをしてもらって種の保存を自ら植物は守っているんです。松の実は松ぼっくりのことです。鱗の隙間に種があります。羽がついていて、風で遠くまで飛んでいくようになっています。ススキや秋の野毛しはパラシュートのような毛がついています。風に吹かれて遠くへと飛んでいくようになっているんです。オナモミの実は先の曲がったトゲでくっつき、メナモミの実は毛についたネバネバでくっつくようになっています。くっつく種は動物にくっついてもあんまり遠くまではいけないけれど、人の服にくっつくと外国で芽を出すこともあります。
カエデなど葉っぱが色変わりするのは北の寒い地方から始まります。桜の花などは南から咲き始めてだんだん北へ行きます。ツタは葉っぱが先に落ちて葉っぱの柄が後から落ちるんです。葉っぱの色が変わって落ちるのは寒くなって葉っぱに水がいかなくなるからなんです。水がいかないと緑が消えて赤くなるんです。イチョウの葉っぱは秋になると黄色くなります。だけど夜街灯で明るいところでは緑のままの葉っぱもあるんです。松の木は冬になっても葉を落とさないけど、カラマツは秋に黄色く染まって冬は葉を落としてしまうんです。桜や柿の葉は赤や黄色のまだらに染まります。コナラの葉は周りから色がつき始めます。普通茶色に変わるけど、夏遅く伸びた葉は赤や黄色になります。秋の花のワレモコウの花は小さな花が集まっています。上の方から順番に咲いていきます。リンドウの花は開いたり閉じたりいたします。日の当たっている昼間だけ花が開きます。朝と夜は花びらは閉じています。昔の人は朝に咲くきれいな花を7つ選んで秋の七草と呼びました。秋の七草とはススキ、キキョウ、フジバカマ、クズ、オミナエシ、ハギ、ナデシコ、かっこ河原なでしこです。カヤツリグサの茎を切ると三角になっています。葉っぱも茎の向きと同じように3つの向きに出るんです。一昔前はセイタカアワダチソウが飛ばす花粉で花粉症になると思われていましたが、花粉は飛ばずに虫が体につけて花粉を飛ばすことが分かりました。菊芋という花はなぜ菊芋というのでしょう。花が菊に似ていて根には芋がつくから菊芋って言うんです。菊の小さな花びらにはいろんな形のものがあります。真ん中にある黄色いところも一つ一つの花なんです。
花虎の尾は下の方から順に花を咲かせていきます。茎が四角いので角虎の尾とも言います。敷見はいい匂いがするのでお香に使われたりします。お寺やお墓の周りにもよく植えられております。強い毒があるから絶対に口に入れてはいけません。陣長下にはオスとメスの木があります。メスの木には赤い実がなるけど、日本にはメスの木はほとんどありません。陣長下と三つ股の花は形がとても似ています。三つ股は枝が三つずつに分かれるからついた名前です。木や皮はすりつぶしてお札に使う紙になるんです。千両の実は枝先に上向きにつき、万両の実は葉の下につきます。福寿草の若い花は太陽に合わせて花の向きを変えるんです。タンポポや大松酔草やハルジオンなどの葉っぱが平たくなって生えているものをロゼットと言います。冷たい風が当たらないし、葉の周りの地面も乾きにくくなっているんです。モリアオガエルは森の木の上に住んでいます。木の上で泡に包まれた卵を産みます。泡の中でオタマジャクシが生まれ、雨が降ると落ちてきて水の中で暮らすようになります。ウシガエルはウォーウォーと牛のような声で鳴きます。何でもよく食べてアメリカザリガニ、他のカエル、魚、鳥のヒナ、ネズミまで何だって食べるんです。ヒキガエルは卵を産む季節になると水辺に集まってきます。たくさん集まったオスがメスを取りっこするんです。カエル合戦と呼ばれております。カブトエビは田んぼで生まれて卵を産むと死んでしまうんです。生まれた卵は水がなくても次の年まで生きて水があると卵から育ち始めます。でも卵から生まれて1ヶ月くらいしか生きられないんです。メダカは流れが緩やかできれいな水に住んでいるんです。今数が減って絶滅が心配されているんです。
カニはエラで息をします。水の外ではエラに溜めた水を使って息をします。水に入らないとだんだんネバネバしてきて泡になってしまいます。クラゲの赤ちゃんは卵から生まれると岩にくっついて育ち、一つ一つ離れてクラゲになっていきます。ヒトデやウニの口は体の下についています。お尻が体の上についているんです。貝の仲間のキサゴは危険が迫ると足で飛び跳ねて逃げます。タカラガイの仲間は普段貝の中から膜を出して貝を包んでいます。危険を感じると膜を引っ込めて体を守ります。ホタテ貝や月日貝などには目があります。体の縁のひげの間に目がついているんです。形は見えないけれども明るさや動きがわかるんです。フジツボやカメの手は貝とは違う仲間で岩にくっついて暮らしています。水の中で足を伸ばして小さな生き物を集めて食べているんです。お寿司の小肌というのはこの城の子供の頃の呼び名です。この城は15センチ以上、小肌は10センチくらいに分けられます。同じ魚なのに名前が違います。キンメダイは深い海に住んでいて、暗いところで目が金色に光るんです。カツオは生きたイワシを海に巻いて集まったところを釣り竿で釣って取ります。これがカツオの一本釣りです。ヒラメは子供の頃は体の両側に目がついているけれども、大きくなると片方の目が体の反対側に移ってくるんです。海の底に張り付いて獲物を待つのに便利なんです。イワシは海にいるプランクトンを食べているんです。サバやカツオはイワシやアジを食べ、マグロはサバやカツオなども食べます。鮭は川で生まれて海に出て育ちます。卵を産むためにまた川に戻ってくるけど、匂いをちゃんと嗅ぎ分けてちゃんと生まれたところに戻ってきます。
ハイエナはライオンの食べ残しを待つと言われてきたけれども、ハイエナの捕まえた獲物をライオンが横取りすることが実は多いんです。ヒョウは木登りが得意なんです。木の上から獲物を狙い、食べるときも木の上に獲物を引きずり上げます。キリンのオスは背伸びをして高いところの葉っぱを食べ、メスは首を曲げて低いところの葉っぱを食べるんです。アフリカゾウの牙は2、3歳で見えてきて一生伸び続けます。大きい牙だと1本で人間の大人よりも重いものがあります。ラクダには砂漠で生きていくためのいろいろな秘密があります。長いまつげで砂を防ぎます。鼻の穴を閉じることができます。広がった足は砂に潜りません。何日も水を飲まなくても生き延びられるんです。オカピはキリンの仲間なんです。長い舌を伸ばして葉っぱを絡め取って食べます。サイは毎日泥遊びをします。そうすると体に虫がつかなくなるんです。トナカイは冬雪を掘って苔を食べます。深い雪の上からでも苔の匂いがわかるんです。パンダの前足には5本の指のほかに出っ張りがあります。これで物をしっかりつかむんです。レッサーパンダは竹や笹を食べます。木登りが得意で、昼間は木の上で寝ていることが多いんです。オランウータンは木の上で枝を折って巣を作ります。巣は毎日場所を変えて新しく作るんです。コアラはユーカリという木の葉っぱしか食べません。1日に500枚から1000枚も食べます。食べるときは
葉っぱの付け根の方から食べます。生まれたばかりのカンガルーの赤ちゃんは一円玉くらいの重さしかありません。生まれるとすぐお母さんの袋まで登って中に入りおっぱいを飲んで大きくなるんです。ザトウクジラは水の上にジャンプしたり逆立ちをしたりいろんな動きを見せます。遊んでいるように見えます。イルカやクジラの鼻の穴は頭の上にあるんです。水の中で息を止めていて、上に出たとき息を吐くので、噴水みたいに見えます。ホッキョクグマは氷の穴からアザラシが出てくるのを待って捕まえることがあるんです。コウテイペンギンはメスが卵を産むとオスが卵を温めます。メスはヒナが生まれるまで遠い海に食べ物を取りに行きます。メスが取ってきた魚やエビを帰ったヒナに食べさせます。タヌキは木の実や木の根、カエルやヘビ、虫など何でも食べちゃいます。ヒグマは木の実や木の芽、木の根っこ、虫などを食べています。川を泳ぐ魚を捕まえるのも上手です。ツキノワグマは杉やヒノキの木の皮を爪や歯で剥がして中を舐めます。自分のことを知らせる目印にもしているんです。カモシカは急な崖でも平気で歩けちゃいます。だから崖ではクマに勝つこともあるんです。オスの鹿には角があります。冬の終わりには抜け落ちてしまうけれども、春には袋をかぶった角が伸びてきます。夏の終わりに袋がむけて硬い角が出てくるんです。ニホンリスは木の上に巣を作ります。シマリスは地面に穴を掘って巣を作ります。ムササビは前足と後ろ足の間にある膜を広げて空を飛びます。遠くへ飛ぶときは高いところに登って飛ぶんです。
スズメはトビの巣の下に巣を作ることがよくあるんです。トビはスズメを捕まえないので、他の鳥に襲われず安全なんです。スズメやヒヨドリは桜の花の蜜を吸います。花の根元をつついて舐めるんです。花の正面からではなく、花の裏側からぐさっと管に突き刺すんです。鳩は他の鳥と違い、ヒナには親の喉の奥から出る鳩の乳と呼ばれるものを飲ませて育てます。虫は食べさせません。ムクドリは秋から冬になると何千羽も一緒になって林にねぐらを持ちます。朝と夕方は大きな群れになって飛んでいきます。モズはカエルやトカゲ、虫などを捕まえて木の枝に刺しておきます。これをモズの早煮えと言います。食べ忘れて残っていることもかなり多いんです。ツバメは飛んでいる虫を捕まえて食べているんです。飛ぶ速さはとても速くて、電車と同じぐらいなんです。ジョウビタキは自動車のサイドミラーに映った自分の姿を他の鳥だと思って攻撃をすることがあります。ツバメは泥や草を集め、塗り固めて巣を作るんです。メジロは花の蜜が大好きです。冬は花が少ないからビワの花によく来ます。ヤマガラは普段は虫を食べているけど、冬には木の実も食べるんです。足で挟んでくちばしで割って食べます。タンチョウはダンスを踊ります。オスとメスが結婚する時だけではなく、他にみんなで一緒になって踊ることもあるんです。ガンは群れで飛ぶとき、きちんと並んで飛ぶんです。ガンや白鳥のような体の大きな鳥は、その方が楽に飛べるんです。コマドリは自分の縄張りに入ってきたものに体を反らせて赤い喉や胸を見せます。脅して追い出そうとするんです。アオゲラなどキ
ツツキの仲間はまっすぐ立った木の幹に止まれるんです。鋭い爪で捕まり、尾羽で支えているからなんです。爪は前に2本、後ろに2本、分かれてついているんです。